それお前のせいじゃん。そうですね。誰のせいでもなく。旋律が走る。2週間もサボってただけや。ただ単に。ナンバーワン取りたかったですね、初月。これやっぱ決めてんだったら見てよかわ。これやっぱ決めてんだったら見てよかわ。そして新幹線が間に合うかなみたいな感じですね。全てのラストオーダーまで残り5分です。従業員一同よろしくお願いいたします。閉店間際、泥沼の駆け引きに鳥肌が立った。ザ・ローランドショー開幕。ローランドが西に仕掛けたホストクラブ、ザ・クラブ大阪。この日は売上ナンバーワンホストが決まる初の締め日営業。お店の初代ナンバーワンは永遠に刻まれる名誉だから皆必死なのだ。スタッフの前情報では3位がジンさん。ジンさんがはい3位。はい。なるほど。であとはクレアさん、クレアクシリンだったり、そこら辺が、そうですそうですそうです。相互さんとか。相互さん、クシリンとか、そこら辺のベテラン勢が上の方にはいて、なるほど。っていう感じですね。大阪採用組ではなく、新店舗繁盛のため東京から移動したローランドチルドレンがまさに団子状態。一方大阪組も逆襲をかける。1位はですね、今スメラギユナさんが昨日ドネタワーをして、今現時点では1位ですね。あ、そうなんです。はい。大阪の大手ホストクラブから移籍してきたクセ強ホストスメラギユナだ。今日はお客さんはいないです。あ、ゼロです。椿室みたいな。ゼロです。ゼロです。配信でそうなんですね300万集まって、でそれがもう僕の売り上げイコール300万だけ。なんとお客を呼ばず配信の投げ銭だけでぶっちぎりの300万円を売り上げた。一方東京勢は異国の地で苦戦中。いやもうこのまま逃げ切れなさそうですね。逆転されそう。逆転されそうで、今日は何年来るんですか。予定では1人なんですけど、新幹線が間に合うかなみたいな感じですね。来たらじゃあちょっと勝負はできるかもしれない。まだ分かんないですけどね。なんとジンは東京のお客を大阪に向かわせ、クレアは傷んでます感を分かりやすく表現していた。というのもえぐいな、80万数で負けるわ。そういう日もあるよ。そういう日もあるよ。俺が締め日でこんなんだと思わなかった。違う。わかるよ。ワンツーよがさ、接点じゃん。私に関係は。それはそう。確かに。でもナンバーワンがさ、指名で来てる方がかっこいい。それどうでもいい。そういうの。してくれたら。ああ、そうやね。ちゃんとしてくれたらね。乾杯しよう。乾杯しよう。楽しくないよ。そうだよね。じゃあ楽しく飲もう。ごめんね。東西ホストクラブの文化がまるで違う。東京ではシンプルにして絶対にある叶えたい目標とか目的とか本にはあるんで、絶対私が叶えさせてあげるので、一緒に二人三脚で頑張っていきましょう。よいしょ。お客は締め日に高級シャンパンで推しのメンツを立てる。こうして多くの歌舞伎町ナンバーワンホストが誕生してきたのだが、ワンツーよがさ、接点じゃん。私に関係は。それはそう。ここは商人の街大阪なのに、クレアはお客のメリットではなく自分の都合に必死だった。まだ出会って10日なんですよ。出会って10日で締め日来てくれてることがまずありがたいのに、その上
高額煽るっていうかお願いしてもなんかこの先がなくなっちゃうなと思って、まあ今日よりずっと長く続いてくれた方が僕は嬉しいので。遠い目で語っているが何言ってるのかよくわからない。結局20歳になったばかりのクレアは少年のように傷ついていたのだ。でもナンバーワンのさ指名できてるもん本当。そういうこと。乾杯しよう。乾杯しよう。そうだよね。じゃあ楽しく飲もう。なんか力不足。笑顔でも泣き顔でもない、こんな謎の表情を久しぶりに見た。一方さあはチリの素敵すぎるお客様に超高級シャンパンドンペリノ小計30万総額40万をいただきました。ありがとうございます。意地を見せる元東京組。この男のもとにもめっちゃ焦ってきたから。東京から待って、俺より前の後の新幹線で来てんの。ギリギリな。そう、ジンのお客さんもなんとか駆けつけシャンパンをオーダー。はい、いただきます。ようこそ。もうええわ。いや、なんか俺出勤して来た時にさ、やっぱジンさん挨拶するわけよ。どうなんみたいな。そしたらもうなんかもう本当死にそうな顔でさ、いや今日はマジどうなるか分かんないですねみたいなさ、ドキドキしてたからさ。してたよマジで。ジンはまるで中堅八公のごとくご主人の来店を待ち続けたのだ。寝てないらしい。6時まで飲んで、仕事行って、仕事がちょっと長引いて、新幹線2時間ぐらい遅らせて、今です。そうなん、そんな働いて。変な話でも俺最近忙しすぎて、多分寝てる時間除いたら多分ずっと起きてると思うよ。当たり前でしょ。当たり前。みんなそう。みんなそう。あ、みんなそう。今まで逆に。あ、よかったよかった。やっぱ関西は突っ込んでくるからいいわな。すべてのラストオーダーまで残り30分。迫るタイムリミット。ナンバーワンとの売り上げ差を少しでも埋めたいが一向に攻めきれないクレア。正直新店舗を舐めていた。ここは他店舗のホストと新人たちの寄せ集め。未成年だった彼は東京でお酒を飲まずして月1000万円を売り上げた。ナンバーワンを取る自信があった。しかしこの瞬間クレアは守りに徹することを覚悟。だが彼の上司には通用しない。そう、大阪店代表有志。ゴリ押しでクレアを東京から引っ張ってきた。もう何もできない。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 一方的にサジを投げた後輩に有志の目がやばい。何もできないんだ。それはお前のせいじゃん。そうそう。誰のせいでもなく2週間もサボってただけや。ただ単に80点成長はしたけど成長してるなーって自分の中でも感じて、それでお前がそれに満足した結果や。もっとできることいっぱいあったじゃん。この1ヶ月だけで相当まあ言うたらまあまあな売り上げが叩けたみたいな。まあ前からしたらまあ全然だけど成長はすごいしてるけど、それに俺できてるなーに甘いすぎた結果だよね。もっとやることいっぱいあったし、やれることたくさんあったし、それできたらお前ナンバーワン取れた。まあ来月やな。知らない。ナンバーワン取りたかったですね、初月。お前ら見てんだったら見てくれば今日来てくれてる女の子に
さちゃんと接さないとダメ、辛いとか悔しいとかそんなもん女の子しか関係ないから、今日来てくれてるだけありがたいからね、次につなげないとバイチャありがとうございます。もはやズタボロだ。チェックでね。泣きじゃくった後の少年のように居場所すらない。そうだね、ヘルプつきます。こうして彼の売り上げは更新されず締め日を終えた。もうユウさんが言ってるやることあったんでしょって何をやるんですかね。まあ僕今月配信とか全然やってなくて YouTube ライブ投げ銭もう1回もやってないですし、まあ動けばできたことなんですけど、まだ僕引っ越したばっかで Wi-Fi とか全然何もできてなくて、まあでもそれもやることの一つだったので。来月ですね。結局遠い目のままだった。次回、大阪は俺が取る。初代ナンバーワンはまさかの人物だった。お客様が来てくださって、レイヤさんがそうですそうです。イカがついてるザコホストの1番に立ったこの男ナンバーワンは